この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はですね、自分のオリジナル作品について何を考えて書いたのか解説してみたいと思って動画を撮っております。というのもですね、僕はずっと長いことプロのイラストレーターとして企業からご依頼をもらってその絵を描いて仕事にしてきました。たくさん依頼をいただいたおかげでものすごく楽しいイラストレーター人生を送ってきたんですが、でも企業からご依頼された絵ってその絵について何かバックボーンを語るようなことって契約によって禁じられていることが多いので、実は自分の絵について語ることってそもそも少なかったんですね。ただ最近では僕は YouTube や NFT 活動を始めてから自分のオリジナル作品も徐々に増えてきました。なので今回は NFT 活動を通して作成したブリリアントという6枚のイラストシリーズについて制作しながら考えたことを順番に解説していきたいと思います。1作品目から順番に解説していきますね。それでは早速やってみましょう。まずね、そもそもなんで僕がこのブリリアントという作品を作成しようと思ったかというと、僕は絵描きとしてね、ずっと無力感を感じてきたんです。さっきも言ったように、僕は誰かにご依頼をいただいて、その誰かのためにプレゼントを渡すように描くということを今までずっと意識してきました。それ自体はね、すごく素敵なことです。依頼された通りの絵を描くことで、その人たちは笑顔になってくれましたし、僕もすごく満足できました。でもね、どこか一方で満たされない部分もあることもずっと感じてきました。誰かのお手伝いをするだけでいいんだろうか。斉藤直樹、お前自身は何か成し遂げたいことや自分自身で伝えたいメッセージはないのかという問いかけがね、自分の中にずっとあったんです。そこで自分自身に問いかけるという意味でも、このブリリアントという連作を制作することにしたというのが発端です。コレクション名ブリリアント、日本語にすると素晴らしいとか鮮やかとか色鮮やかな輝きのことですね。そしてそれぞれの絵の題名はリメンバーオブカラーオブ何々とすることだけ決めてシリーズをスタートしました。なぜこのタイトルにしたかというと、僕はさっきも言ったように商業的なイラストを描いて生きてきましたが、それによって犠牲にしていた部分も多くあったように感じていたからです。今まで忘れていた感情をリメンバー、思い出しながら絵を描くことによって自分自身の輝きを取り戻していこう。そして同時にこうも思いました。それはきっと僕だけじゃなくて多くの人が抱えている共通の悩み、課題なのかもしれない。そういったことをこのシリーズを書くことで考えを深めていって、見ている皆さんにもお伝えして一緒に考えてほしかったんですね。最初の1枚は先ほどから表示されているこの Remember Your Color of Sky という1枚で、ケイちゃんがね、空を見上げています。一部分に青空が書いてありますが、大事なのは実は余白部分の赤色の部分です。誰しもが空って言われると青を連想してしまうと思うんですが、でもね、自分の記憶を手繰ってみると、記憶の中に思い描くような空の色って必ずしも青じゃないと思うんですよ。例えば僕が空って言われて思い出す色はですね、僕が18歳の時に東京に上京したての時に見た灰色の空ですね。青空なんですけどね、田舎に比べてめちゃくちゃ彩度が低くて、遠くに行くにつれて灰色に濁った空だったのが印象的でした。うわ、何この空の色ってね、結構びっくりしたんですが、でもね、僕はその空を見てすごくワクワクしたのを覚えています。よし、俺はこの街でやっていくんだってね、自分の輝かしい未来に対して意気揚々としていたんですね。そういう記憶が蘇ってきます。そのように空と言われてすぐに連想する青空以外に自分だけの空があったんじゃないだろうか。そしてそこにこそ自分の原点があったのに、それを自分はいつの間にか忘れてしまっているんじゃないだろうか。皆さんの記憶の中にもそういう自分だけの空あったはずです。皆さんはどんな空の色を思い浮かべますか？この作品にはそういうメッセージを込めました。忘れていた大事なものを取り戻すぞという自分への期待も込めて最初に制作した1枚がこの作品です。物思いにふけったような、過去に思いを馳せたような表情をしていた1枚目に対して、次の Remember Your Color of Passion では戦うような好戦的な表情が特徴的です。何に対して戦っているのかといったら、自分が情熱を注いでいることに対してです。僕にとってそれは絵を描くことですが、人によってそれぞれ違うと思います。ある人にとっては音楽、ある人にとっては漫画、ある人にとっては小説、映像、スポーツ、その他新しいこと、いろいろあると思います。好きなことで
で生きていくという言葉がありますが、その言葉ってね、引いた目線で聞くにはすごく耳障りのいい優しい言葉に聞こえるんですが、いざ自分がその言葉と密接に関わるような生き方を選択すると、それはとても厳しい生き方だと気づくことになると思います。今まで自分が憧れていたようなものを自分も生み出そうとしても、自分がね、夢見ていたような反応が返ってこなかったり、認めてもらえないこともすごく多いですよね。自分が好きなものを好きだと素直に言うこと自体、すごく難しいことだと思います。だってその好きなものを否定されたら、自分自身が否定されたような気がしてしまいます。だからね、なかなか好きなものを好きだと素直に言えない人だって多いと思います。そういった自分自身の好きに対して素直に生きるためには、笑顔でのほほんとしているだけではなくて、激しい逆風に向かっていくような、そういう覚悟、そういう表情で向かっていかなければ到底太刀打ちできないんだ。そうして初めてブリリアント、色鮮やかに輝くことができるんだ。そういう情熱をね、描こうとした1枚です。1枚目はケイちゃんというキャラクターで描きましたが、2作目はアルファちゃんという僕の NFT 作品の中でも人気のあるキャラクターで描きました。アルファちゃんはね、NFT クリエイターをイメージして描いたキャラクターなので、自分の趣味に忠実に生きる女の子ですが、それゆえにさっきも言ったような荒波に現在も直面している女の子です。光り輝くようなね、輝かしい結果を残すクリエイターも周りにいれば、夢破れるクリエイターもいる。そんな引きこもごもを横目で見ながら、必死で自分の目指すものを追い求めるアルファちゃんの情熱に対する美しさを描きました。そして次の作品がこちら。Remember Your Color of Rain です。3作品目はね、攻撃的なニュアンスはありませんが、真剣な眼差しの決意の表情の渚ちゃんですね。雨の中、トレーニングなのか、ただただ走っているだけなのか、それはちょっとわかりませんが、ずぶ濡れになりながら一人で走っている渚ちゃんの姿を描きました。やっぱりね、誰しもがそうだと思うんですが、夢を追うことって、いつも晴れやかな中を歩いているだけじゃありません。というか、ほとんどの瞬間は、土砂降りの中、未来を夢見てひた走るような、そういう瞬間も多いと思うんです。渚ちゃんもね、この時おそらく悔しいことがあったんでしょうね。でも、自分の今の力だけじゃどうしようもないから、とりあえず自分のそのモヤモヤ、その思いを消化するために、雨の中、全力でダッシュしないと収まりがつかない。そういう瞬間って誰しもがあったんじゃないでしょうか。そんなね、悔しさの中にいる渚ちゃんですが、でもね、見てほしいのが彼女の目ですね。誰も認めてくれないとか、逆境の中にいることとか、そういったことを恨んだり、嘆いたりする感情は彼女の目には一切映っていません。ただひたすら理想の未来だけを見つめて、一生懸命自分の未来に向かってひた走るような、そんな決意の目をしております。僕はそんな人間の強さを、渚ちゃんが雨に打たれている姿を通して描きたかったんです。それとね、もしかしたら気づいたかもしれませんが、このブリリアントというシリーズのイラストに描いたキャラクターたちは、一人としてカメラ目線のキャラクターがいません。これは意識的にそうするようにしました。普通はですね、キャラクターをカメラ目線にした方が見ている人と目が合いますので、観客を引き込むという意味においてはそっちの方が絶対に有利なんですが、ブリリアントは目線をあえて外しました。それはなぜかというと、彼女たちには観客ではなく、それぞれがそれぞれの未来だけを見つめて、自分の未来に向かって突き進んでいく姿を表現したかったからです。そういう彼女たちの姿を見ている人も、よし俺も頑張ろうってね、彼女たちと一緒になって光り輝いてほしいという意味合いも込めております。そうなんです。ブリリアントはイラストに描かれた彼女たちへの応援歌でもあると同時に、これを見ている方々に対する応援歌でもあるんですね。そして4作目。これはですね、今までと少し毛色の違うテーマを表現しました。サムライガールというシリーズイラストの中の1枚で、つばきちゃんというキャラクターのイラストです。つばきちゃん、実はめちゃ強なので、戦場においては無敵の存在です。もうね、負けたことが一度もない彼女なんですね。この絵のタイトル、Remember Your Color of Flower ということで、敵を切り捨てる時の返り血が、まるで花びらのように舞っているっていう、そういうちょっと怖い瞬間のイラストです。
今までね、アルファちゃん、なぎさちゃんと、まだ未成熟で弱い立場だけど、それでも前を向いて必死で頑張っている姿勢を彼女たちの姿を通して描いてきましたが、ただね、僕もクリエイターとして20年間生き残ってきましたから、そんな綺麗事だけでは済まされない、えげつない厳しい戦いも経験してきました。まあね、椿ちゃんほどハードな戦いの中を生き残ってきたかっていうと、それは自信がないですが、僕は僕で、僕の戦場を20年間戦い抜いてきたんです。数少ない椅子取り合戦に参加して、その中で勝ち抜くというのは、同時に数限りないライバルたちを蹴落としていくということも意味します。椿ちゃんもね、きっとこう思った瞬間もあったかもしれません。私がいるということは、私が命を奪ってきた数多くの戦士たちもいることを意味している。私のこの剣は多くの犠牲によって血塗られている呪いの剣だ。そんな風に悲しみ、自分の運命を憂いた瞬間も椿ちゃんにはあったかもしれません。ですが、僕が描きたかったのは、それでもなお剣を握る椿ちゃんの姿です。私の力によって不幸にしてしまう人たちがいる一方で、それでもなお私のこの力を必要としてくれている人たちがいる。私が救いたい人たちのためにこの力を使いたい。それにこうして勝ち続けることを私はどこか楽しんでいるのかもしれない。そんな風にね、笑顔こそないけれど、目の奥で勝ち続けることを自ら肯定して、そしてどこかそれすらも楽しんでいるような、そんな彼女の中のブリリアント。そういった勝ち続ける彼女の美しさ、強さ、勝者の哲学を書こうとした一枚です。そして5作品目、Remember Your Color of Childhood という作品です。子供時代の輝きって聞くと、皆さんはどんなことを思い浮かべるでしょうか？僕にとってそれはある意味盲目的なくらい、自分が見たい世界しか見えていない、そういう世界観だったのを思い出します。例えばですね、僕が小学1年生の時でした。その日は誕生日でですね、今は亡きひいおばあちゃんと手をつないで歩いていました。確かね、約束していた色鉛筆を買ってもらって、早くこの色鉛筆でお絵描きしたいっていう風に思いながらね、その帰り道だったんですね。家が近くなってきた時、おい、直樹、何やってんだ？一緒に遊ぼうぜ。後ろからね、呼び止められました。近所でもね、いじめっ子で有名だった勝久くんっていう、僕よりもね、2、3歳上の男の子です。一応ね、勝久くんは仮名ですからね、探さないでくださいね。小さい頃にとって2、3歳っていう年の差はある意味絶対的なところがあって、力ではね、もう絶対に勝つことができません。なので僕も含め近所の子たちはみんな勝久くんには逆らえず、何を言われても従うしかなかったんですね。もうね、一度遊びを断った時も、小学校のね、一番上の階段から突き落とされたことがあって、その時もね、ひどい目にあったことだけは記憶していますから、後ろから呼び止められた時もね、素直に従っていれば、痛い目には遭わずに済んだはずです。ですが何を思ったのか、この時の僕はこう答えました。今から絵描きたいから遊べないんだ。ごめん。じゃあね。もうね、その時の勝久くんの顔、これを話してて思い出したんですが、僕のね、意にそぐわない答えに対して、みるみる逆上していったのが見て取れたんですね。その次の瞬間、僕に飛びかかってきて、髪の毛を掴んでですね、近くにあったドブ川に向かって、僕の頭ごと放り投げたんですね。ドブ川ってね、そんなに広くないので、頭を掴まれて逆さまに投げられた僕は、受け身をね、取ることも間に合いませんでしたから、狭い川のヘリとかにね、頭をぶつけて、もうね、擦り傷だらけになりましたし、そもそもね、ドブ川なので、泥水にまみれて、もう全身泥だらけになってしまいました。勝久くんはね、そんなひどい僕の惨状に満足したのか、はっはっは、ざまーってね、笑いながら去っていきました。ひいばあちゃんはというともう、その時は80超えてますから、そんなね、いじめっ子を止めるような動きなんてもそもそもできません。やめなさい！もうなんてことするのってね、ひたすら泣き叫ぶことしかできずに、勝久くんが去った後も、僕のね、すごくひどい姿に心を痛めていたように見えました。ですが、当の僕はというとですね、よかった、帰ってくれた。よし、これで今買ってもらった色鉛筆でお絵描きできるぞってね、めちゃめちゃワクワクしていたのを覚えてるんですね。もうね、今いじめっ子にされたひどいこととか、泥まみれになりながらも、もう次の瞬間忘れちゃってるんですよね。まあね、さすがに丸々忘れてるわけじゃないんですが、それよりも他のことに興味がいっちゃってるんですよ。もうね、正直勝久くんのことなんでもどうでもよかったんですね。多分ね、おばあちゃんも心を痛めていたぐらい、周りから見たらね、みすぼらしい姿だったと思うんですが、僕の心の中はというと、一点の曇りもなく、
るブリリアント、光り輝いていたんです。子供の頃ってそういうところあったよな。あの頃の僕は本当に素晴らしい、夢中になれる心を持っていた。そんな風に今思い返すと思うんです。その気持ちを田中ちゃんの幼少期に込めて書きました。田中ちゃんもね、僕と同じく泥まみれになっちゃってますが、見てください。この顔、みすぼらしさなんてもうみじんもないでしょ。彼女の心は今、誰よりも光り輝いているはずです。僕は今まで20年間プロのイラストレーターとして生きてきました。クライアントワークを中心に僕以外の誰かの気持ちとか計画を代弁してイラストを制作するという仕事内容です。もちろん誰かの代弁をさせてもらえるのはすごく素晴らしいことですし、今でもその仕事には誇りを持って取り組んでいるんですが、この生活を長年続けているとクリエイターとしてはもう一方で思うことがあります。誰かの代弁ではなくて自分自身で伝えられるメッセージはないんだろうか。それができていない自分はまだまだクリエイターとしては半人前で、胸を張ってイラストレーターとして生きていくことができないんじゃないだろうか。そういった劣等感に苛まれることもあったんですね。ただ僕はこのブリリアントという連作を通して作品に興味を持ってくださった方々、そして実際にこの作品を購入していただいた方から言ってもらえたことがあります。君の作品から自分が応援されたような気がする。勇気をもらえた。ありがとうって。僕はね、その言葉を聞いてものすごく救われたような感じがしました。だって依頼された仕事を通して間接的にそういう言葉をいただいたことはありましたが、自分が書いたオリジナル作品に対してそういった言葉を直接いただいて実際に購入までしていただいたことってクリエイター人生を通して去年まではなかったことだったからです。そして初めて心からこう思えたような気がしました。僕は自分が思ったように絵を描いていいんだ。なんかそういう許可を自分自身に対して初めて出してあげられたような気がするんですね。なので最後の作品はですね、悟りを開いたような雰囲気のガンマちゃんという女の子のイラストを描きました。両手で上と下を指さして天上天下、そしてアクセサリーで唯我独尊とメッセージを表しております。天上天下唯我独尊。これはね、お釈迦様が誕生した時に言った言葉とされていますが、直訳すると世界中で私だけが尊いのだっていうね、もうかなり傲慢な言葉にも聞こえますよね。ただね、僕が思うのは誰よりもそのぐらい自分自身を大切に思えなければそもそも他人に対して価値や優しさは提供できない、そう思うんですね。だって逆を考えてみれば分かりやすいですよね。あ、俺なんてもうダメな人間だ、俺の作るものになんて価値なんてないって思っている人間が、これやるよ。俺みたいなダメ人間が作ったもん。ダメな作品だけど、クソみたいな、ゴミみたいなもんだけど、ほら、なんてね、そんなのって不自然じゃないですか。ありえないですよね。あなたは輝いている。だからもっと自分らしくあっていい。僕はこのブリリアントという連作を通して皆さんに気づかせていただきました。あなたは光り輝いている。だからもっと自分らしくあっていい。そういうメッセージをこの1枚に込めさせていただきました。この考え方は現在制作中の女神という1万枚制作しているイラスト作品にも引き継がれていて、クリエイター支援や様々な人たちとのコラボレーションもこのプロジェクトを通して実現していこうという計画があります。このプロジェクトに関してはね、現在進行中で制作している途中ですので、もし興味がある方は下の概要欄より Twitter、Discord に加入して情報を得ていただけると嬉しいです。はい、ということでいかがだったでしょうか。あまりこういった作品制作についてのコンセプトや考え方についてダイレクトにお伝えすることって少ないと思うので、ブリリアントという連作に込めた思いを順番に語ってみて、自分自身でもね、考え方を整理できたような気がします。また今回は僕の最近の作品についての解説を加えてきましたが、過去僕がプロのイラストレーターになった19年前から今までの作品についての解説をした動画もあります。公開します。19年前から今までのイラストの変化という動画ですね。自分が思ったような成果を上げられずにくすぶっていた時期の作品とか、迷走していた時期の作品とか、思い返すとも色々あるんですが、そんな作品についても包み隠さず紹介した動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。